はじめまして。僕はフェアリーデバイスで働いているナワーというものです。今回このラストで型安全な SPA 開発というタイトルで発表させていただきたいと思っています。ちょっと登壇自体が実は初めてで、それからラスト東京という舞台なのですごい緊張してるんですけど、頑張っています。今日はこういう流れで話していきます。ちょっと英語苦手なので全部日本語で恐縮ですけど、日本語スライドです。で、初めに入っていきますが、まず最初に皆さんなんかお前誰やねんって思ってらっしゃると思うんですよね。で、僕は最近はずっとラストを書いていて、大体1年半ぐらい書いているかなという感じです。半年ぐらい前から書いてるアクサムと SQLX の構成で API サーバーを書いていて、すごい使いやすくていいなと思っています。で、そのちょっと前には大体ビューを累計で3年ぐらい触っているかなという形になっています。で、その前は C プラを書いていた感じで、ちょっと Elm とかも触っていたかなという感じです。なので、フロントエンドとバックエンド両方つまみつまみやってるような感じですね。で、フロントエンドは、タイトルにもあるように SPA で全部動くものとなっています。で、SPA なんですけど、シングルページアプリケーションのことですね。で、この図は、Isomorphic Survival Guide っていう素晴らしいスライドを書いてきたものなんですけど、その中では、クライアントサーバーモデルの時に、クライアントでユーザーに見せるフロントエンド部分で動くものというものが SPA であると。で、バックエンドは、DBA アクセスとか、その他のサービスとやり取りして、その結果を HTTP でクライアントとやり取りするみたいな、そういうことをするものだとになっています。で、今回、ちょっと主に UI の話をするので、以降はフロントエンドって書かれています。で、皆さん、なんでフロントエンドをラストで書くのっていうところがまず知りたいかなと思います。あんま聞かないですもんね。で、まず第一のはやっぱラストが好きだというところがある。理由はラストだと思っています。で、次はラストは結構裏方だと思われている部分があるのかなと思っていて、バックエンドのサーバー、API サーバーとかさっき言ったのが書かれているイメージがあるかなと思っていますので、フロントエンドはどれくらい書けるのか試してみたいというところがあります。で、次にラストって Web アクセスにコンパイルできるので、ブラウザー上でも結構動くことが期待できるんじゃないかと思っています。で、次にバックエンドのデータをセルでっていうプレートがあるんですけど、そこで簡単にラスト内の表現にシリアライズできるので、その辺の変換が楽そうだなっていうのがあります。で、バックエンドもラストでそもそも書いてしまえば、型定義の実装そのものを共有できるので、それが楽そうだなという期待もあります。で、その次にちょっと作ったのを紹介をしていきます。内部の話なので、ちょっとさらっと流したいですが、で、さっきのモチベーションで、運用ツールのフロントエンドをラストで書きましたよって話と、そこから得られた知見についてこれを話していきます。で、改めてなんですけど、フロントエンドを書くことの期待としては、型安全性が高いというと、セルデっていうプレートによって変換が楽だっていうのと、提供できるかもしれんなという話があります。で、最初はいきなり顧客向けにラストのフロントエンドを出すぞっていうのは、もう、見積もりとか全然立たないので、厳しいと思いますので、非エンジニアの方に使ってもらうような運用ツールをまず最初に作っています。で、作成した2個は、ウェブアプリとして動作する。その、DB にアクセスしたいので、バックエンドを書きたいから、ウェブアプリとして作ったものと、すでにサービスが提供している運用 API を呼ぶので、そのままデスクトップアプリとして動くものの2つを作っています。で、そのウェブアプリとデスクトップアプリ2つ作ったので、別々のプレートを採用しています。このシードと、ウェブアップフロントエンドを書くシードと、マルチプラットフォーム向けの GUI プレートである iSID という2つです。で、この2つを採用したのには、ここに書かれている通りの、ここにも Elm って書いてるんですが、この Elm の経験者が僕ともう一人社内にいたので、この2つを選んでいるというのもあります。で、シードを使ったツールの外見化はこんな形になっています。ユーザーの管理とか、追加削除とかできるみたいなものですね。で、やったこととしては、この下の点線の部分が作ったツール部分なんですけど、もともとは DB にアクセスする Java アプリがいて、そいつが HTML を出力して、jQuery でちょっとしたアニメーションがあるみたいな、顧客向けの部分があったんですけど、ちょうど Nginx があったので、そこでバックエンドを振り分けして、ラストで DB にアクセスする部分と、
シートでフロントエンドを提供したみたいな、そういうものです。で、良かったこととしては、まず第一に、期待通り、バックエンドとフロントエンド両方で型定義が共有できたというのがありました。そもそもシードのエグザンプルズにあるんですよね。で、もう一個は、マテリアライズ CSS っていうデザイン、CSS のデザインフレームワークを使ったんですけど、その辺でデザイン部分は完全に CSS に任せできたということは良かったことです。その次に ISO を使ったツール、使って作ったツールの話ですけど、これもサービス内のデータを見たり更新したりするためのツールです。これを作るモチベーションとしては、認証にオースゼロさんを使わせていただいてるんですけど、そのから認証情報を取ってきて、その認証情報を使ってサービス内のデータを見る。で、そのサービスのデータを見ながら操作をするみたいなことをしたいですけど、数が多いからそれしたいなという話があります。良かったこととしては、この認証情報の取得を自動化することができたと。この辺はスクリプトとかでもできますけど、できましたという話ですね。で、次は3の操作する方なんですけど、これ結構戻せない操作が結構あるので、データを見ながらやりたいというのがあります。で、コマンドラインとかでやると JQ とかで細かく見ながらやるみたいなことしないといけないけど、GUI だと整理しながら出せるので便利でしたというのがあります。で、事例の話はこれ終わりで、シートとアイスを使ってみた所感についてちょっと話していきたいと思います。で、二つ使ったんですけど、シードも RS、アイストも両方エルムライフにかけるので、そこまで大きい違いはないんですよね。で、どっちもエルムですけど、強いてあげるとするならば、ウェブフロントエンド向けにのみなのものなのか、マルチプラットフォームにビルドできるものなのかという違いがあるかなと思っています。シードだと HTML タグで UI を構成してワーズにビルドされると。アイスだと、テキストとかローとかみたいな UI 部品オブジェクトで並べていって UI を構成して、自己可能バイナリとかになると。で、ちょっとさっきからエルムと言ってるんですけど、エルムの話とラストがどう関わってくるのかって話をここからしていきたいと思います。で、エルムっていうのはこの左のアイコンなんですけど、プログラミング言語の一種で、Alt.js の一種です。で、エルムアーキテクチャというのの上で、フロントエンドを作るための言語になっています。この真ん中の図がそのエルムアーキテクチャの図で、これはエルムのガイドからそのまま拾ってきたんですけど、エルムで書かれたプログラムが HTML を出力して、ブラウザが UI を提供する。で、このボタンとかをクリックすると、エルムプログラム内にメッセージという形でまた入ってきて、そのエルムから HTML をまた出力して画面が更新されるみたいな、そういう動きをするものです。これすごい良いんですけど、エルム結構関数型言語で慣れてない人には結構難しいのかなということを思っています。ミニマルでとても素晴らしい言語なんですけども。で、実際ラストもエルムと同程度に強い片付けがあるので、エルムアーキテクチャライフに分弁量を書くようなプレートがいくつもあるんですよね。シードと RS、シードとアイストもそうです。で、この右の図のように、このちょうどエルムで書いてるのをラストで書くようになったものが、そのようなプレートです。で、エルムアーキテクチャの話をもうちょっと細かくしていくんですけど、大体この3つのブロックがあるような形で説明されることが多いです。で、まずアプリの内部状態を表すモデルというのを定義して、その内部状態からどのように UI が作られていくのかというのをビューで実装する。で、ビューなどから何かイベントが起こったらメッセージという形でがアップデートにやってきて、アップデートでそのメッセージを見て、モデルをどう更新するのかというのを定義すると。で、モデルが新しくなったので、また、ビューによって UI 更新されるというのが、ぐるぐる回っていくというものになります。で、ちょっとここからシードのサンプルを使って、そのラストでエルムアーキテクチャの実装と動作イメージをもっと洗いたいなと思ったので、その最初のサンプルのカウンターアプリを説明していきたいと思います。実際こんなすごい素朴なダメになります。ここをクリックすると値が増えていくみたいな、そんな感じですね。で、ちょっといかつい図なんですけど、このモデル、ビュー、アップデートはさっきと一緒です。ちょっと新しく増えているイニットっていうのが、モデルの一番最初の状態を
教えてくれるもので、今回だとカウンターが0から始まりますよっていうのがモデルになります。でモデルがビューに奇数として入ってきて、そこからリブタグの後ろにボタンがありますよ。ボタンの中身は0ですよ。クリックするイベントが起こると、インクリメントされますよみたいなことを書いていくという形です。で、こういう見た目になるわけですね。で、ここの0をクリックすると、メッセージが発生すると。で、このメッセージがアップデートのこの引数に入ってきて、モデルをミュータブルの参照で持っているので、そのままモデルを更新すると。すると、モデルが1になって、1になったから1増えると。またクリックすると、ぐるっと回って2になる。ぐるぐる回るみたいな形で UI を作っていきます。で、エルムアーキテクチャでラストを書いていると、このイナムで列挙してマッチで網羅できるというのがとても相性が良いと思いました。で、一つはメッセージとアップデートの実装なんですけど、さっきのサンプルだと、ただ値を増やしていくことしかできなかったですが、例えばデクリメットボタンを追加してほしいとか、入力フォームから値を指定する機能を追加してほしいとか、そういう要望が上がってきたときに、そのデクリメントのとか指定するとかのアクション自体はただイナムに追加するとよくて、イナムは値も持ってるし、みたいな。で、イナムに追加すると、マッチで網羅できてないと怒られるようになるんですよね。コンパイラーするようになるので、そこでただ言われた通りに書いていけばよいというのがあります。で、そのイナムマッチのことはもう一つあって、モデルとビューの実装でも相性が良いというのがあります。タブビューの実装について考えます。で、右、すごい簡単な例なんですけど、ホームとカウンターアプリとか行き来できる、下のタブボタンを押すと切り替わるみたいなものを考えたときに、モデルではタブのイナム、今どっちを見てますよの状態をイナムで持っておいて、アイコンボタンをタップするとカウンターになる。で、モデルがカウンターになったら、このコンポーネントをカウンターアプリにする。ホームだったらホームを見せるみたいなことをすると、簡単に実装できるというのがあります。これも、コンポーネントの切り替えさえはマッチで書くと便利という感じです。で、ちょっとアイスドでどう書くのかって話をちょっとついでにします。ここからはちょっと実装では全部アイスドになります。で、アイスドでカウンターアプリを書くと、ボタンの状態というのが追加されたり、UI 定義するときにリブタグだったのが、リブとかボタンとかみたいな HTML タグみたいだったのが、ロー入とかテキスト入とかになってとか、その辺が変わっています。メッセージとアップデートは一緒ですね。で、フロントエンドを実装しているときには、UI 部品をまとめてカスタムコンポーネントを作るっていうことをすごいよくやるんですよね。で、ちょっと下のコンポーネント、ページネーションをするときに、のコンポーネントを実装する例でちょっと説明していきたいと思います。この真ん中で、ここで件数があって、今1から50を見てますよとか、増やし、次の見ますよとか、何件も取りますみたいな。これはすごい使い回しそうじゃないですか。で、これを実装するときには、ビューがすごいいかつくて恐縮なんですけど、こういう形で書いていきます。細かくは説明しないですけど、ボタンがこの辺で定義して、日とかこの辺で、みたいな形ですね。最後にロゴで突っ込んでいるので、横向きに並ぶと。で、カスタムコンポーネントの動作自体はこのような形で書きます。左上をちょっと無視してもらうと、このモデルがあって、ビューがあって、アップデートがあってというのは、もう完全にエルマークテクチャー、さっき説明したやつものと同じですね。で、左上から、先のユニットみたいな形で、カスタムコンポーネントの状態が入ってきて、そこからビューを作る。何か起こったら、アップデートになってくると。で、内部的に処理してるときには、こっちに来て、中で更新したらいいんですけど、今回ページネーションだと、オフセットとかリミットとかが変わるので、親コンポーネント伝えてやりたいと思うんですよね。そういうときにはこの、クロージャーを渡しているので、それ経由で渡すみたいなことをします。でちょっと余談なんですけど、このコンポーネントの解析がめっちゃむずいなっていうのを、パッと見では思います。これがさっきのページネーション構造体なんですけど、この構造体に対して、
コンポーネントを実装するみたいなことをするんですけど、方がなんか3つもある、なんか謎のテキストレンダーとかいるとかなるんですけど、リポジトリのエグザンプルにそのままあるので、そのまま持ってきたら、なんとなく動きました。で、ページメンション、さっきのコンポーネント、カスタムコンポーネントを使う親側の定義はこんな形になっております。ページメンションの上に持っていくので、上の情報を全部親側で持ってて、それをさっきの構造体に渡す。で、コンポーネントを実装しているので、そのまま UI として扱えるみたいな。ちょっとテクニックことをしてるんですけど、コマンドパワーフォームっていうのをやると、フェッチするみたいな非同期処理ができる。終わったらフェッチ処理入ってきて更新されるみたいなことができます。で、エルマーキテクチャとラストのまとめになります。で、ラストで、これはラストのメリットなんですけど、フロントエンドとバックエンド両方ラストで書くと、定義を共有できて実装は楽になるなと、何回も言ってますが、ありましたという話があります。で、あんまり実装例で説明できてないんですけど、セルデというクレートがあって、なんかアトリビュートをフォートにピトッとつけるだけで、シリアライズ、デシリアライズができるので、簡単にラストラインを表現できるというのがあります。イナムとマッチで、なんかエルムと同程度のパターン別が得られているのかなと思っていて、なので、プログラムの中ではエラーはほぼ起きないはずという感じでございます。で、カスタムコンポーネントのデータを利用側とカスタムコンポーネント両方で使いたいときには、ちょっと親側の、利用側のモデルで保持する必要があって、ちょっとめんどくさいなというのもありました。で、最後ね、4番目に皆さん気になってると思うんですけど、実際なんか JavaScript とか TypeScript のフレームワークと比べてどうやねんっていうのがあると思います。で、ちょっと最初にまとめを出すんですけれども、比べた時のメリット、デメリットとしては、なんか再三言ってる共有できることですね。これはTypeScript で統一することもできますけども、Rust でも統一できるという形です。で、これは比べたというよりは、ワズムで書くときの話なんですけど、Rust と JS のやりとりを微妙にしていて、アプリの開始時とか、Rust を呼ぶみたいなことをするときに、Asm BindGen っていうプレートがあるんですけど、それがすごい使いやすいですという話と、あとデスクトップアプリだと、ブラウザの制限とかないので、ファイルを書き出したりとかができるのが、やりないとラストで書けることが良いことだというのがあります。で、デメリットとしては、タイプスクリプトとかだと、フレームワークのプラグインで対応できるようなものを実装する必要があったりとか、あとラストアップリート時間がすっごい長いというデメリットがあるなと思いました。あと Web フロントエンドだと HTML を出すので、その辺が上等だったり、CSS が難しかったりします。ちょっとその辺は端折りで話したいですが、そうですね。バックエンドと一緒に作ると便利みたいな話をしたんですけど、Node.js もできるじゃないかって話はありますけど、そうすると、なんかタイプスクリプトで書くか、それ書くかみたいな話になるかなと思います。で、なんか別々の言語で書いてると、なんかブラウザ書く、フロントエンドを書くときはこっちの言語、バックエンドを書くときはこっちの言語みたいになるので、ドメインスペシフィックランゲージ的になってる意味がわかりやすいかなっていうのがありますけど、結構書き方が違うから、あんまり気にしなくていいかなっていうのがあります。ちょっと書いてるので、ちょっと端折りますね、この辺。で、まとめに入ります。で、最終的には今回の発表のまとめとしては、あらせでも結構意外とちゃんとフロントエンドが書けるなということを思いましたというのがあります。で、エルムアーキテクチャーライクで作成できるので、エルムみたいに、ランタイム時には問題はそんな起きないですと。で、データのやり取りはセルでほぼ実施にできますと。で、デザイン系語りはちょっと厳しいんですけど、なんか今回作った運用ツールみたいなデザインじゃなく機能が大事みたいなものは、なんか今でも十分作れるかなと思っています。で、ちょっとおまけなんですけど、GI 関連のクレート、いろいろと触ってみたいなというのがあるので、ちょっと上げています。で、今回、エルム経験者が2人いたので、エルムライクのを使ったんですけど、リアクト風にかけるクレートとかもあります。で、ちょっと、このベイビーとか、エグいみたいなのはゲームエンジンを最近僕が個人で触っているので書いています。で、あと、最近話題になったエレクトロの Node.js 部分をラストで書くようなタウリみたいなのもあります。で、最後、弊社、ボードスポンサーをしてます。その後に
スポンサーセッションがあります。で、最後までラストトークはまだまだあるので、最後まで見ていただけたらいいなと思っています。これはちなみにすずりさんの T シャツでした。という形で、ちょっと発表を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。